皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はトランプ関税です。いい加減そろそろこの話題から離れることができるだろうと思っていたのですが、そんな私の期待は全く的外れでした。現在中国に課せられているトランプ関税は、合計で 145%、フェンタニル問題が 20%、保護関税が 125%、合わせて 145% です。今回それに対してさらにプラス 100% 上積みするという発表が行われました。この理由としては、中国が報復関税としてはもう打ち止めだが、レアアースの輸出に関しては規制を行うと発表しました。報復関税ではないものの、報復関税に代わるものを実施したとして、アメリカは対抗策としてさらに 100% 上積みすると発表したのです。今回の動画ではそのことについて解説するとともに、お互いに高い関税をかけていることによって早速影響が出始めています。その具体例を双方ともに紹介していきましょう。トランプ関税について言及されていたのは、ホワイトハウスの公式サイトです。公式サイトなのですが、そのトップページはこのようなデザインとなっていて、ちょっと冗談に思えるかもしれません。トランプ大統領が一面にあって、アメリカ is back と書いてあります。トランプ大統領の掲げる偉大なアメリカを取り戻すという呼びかけの一つです。それでは、中国のレアアース規制に対する報復として、さらに関税を強化するという話。トランプ大統領、重要鉱物及び派生製品に対する第232条措置を通じて国家安全保障と経済の回復力を確保。発表では何を根拠として関税を強化するか、そのことについてまずバレバラっと書いてあります。法律に基づいて行うし、報復措置を取るのは中国がレアアースなどについての規制を行ったからだというような話が書かれています。トランプ関税に対して中国は報復関税をかける。それに対してまたトランプ関税といった具合にしてこれまで続いてきたので、この流れそれ自体は今までの延長線上です。ただし、その関税のかけ具合が一気に跳ね上がりました。発表では、報復措置の結果として、アメリカへの輸入品に最大 245% の関税を課されることになると中国を名指ししています。なお、ホワイトハウスでは、報復関税を行った中国だけには関税をどんどんと上積みしていますが、その他の国々では対応が全く異なっており、相互関税の 10% 以上分については現在猶予期間としています。相互関税が 100% を超えた時点ですでに外交メッセージとしては貿易関係をもはや断絶しても構わないみたいな勢いがあります。ましてや 200% を超えると、ますます直接的な貿易関係はもうなくなっても良いということをメッセージとして伝えるようなものです。ただし、今回の関税の範囲といったものがどこまでかについては、専門家の解析を待たねばなりません。なぜならば、そもそもこの 245% という関税の実施がすぐにでも行われるものなのか、それともあくまでも上限値として設定しただけで、どの分野に対してかけるかについて、限定的なものなのか、それとも全てのものに対してなのかについては、はっきりとはわかりません。例えば、レアアースの輸出規制を中国がしたのだからというような根拠となっていますから、レアアースやもしくは地下の鉱物資源全般に対する分野別の関税という可能性もあります。全分野であれば当然のようにより影響は深刻で、中国製の価格競争力については破壊的な打撃をもたらすことができます。中国側はこれ以上アメリカに対する報復関税は上積みしないと発表していますので、この後関税以外のところで何か輸出規制などを追加するかどうかは様子を見てみなければわかりません。何にしてもホワイトハウスは現在この関税戦争においては中国側がどう対応するかにかかっており、アメリカがこの問題で何かをするわけではないとしています。トランプ大統領は相変わらずのように習近平国家主席は信頼できる指導者であると、リップサービスを繰り返しているため、中国側が何らかの譲歩を示せば、いつでも交渉のテーブルにつくことは示しています。さて、そんなトランプ政権なのですが、関税政策について発表するときというのは、関連する株式市場などでかなりの激しい変動が起こります。上げても下げてもそれぞれに利益になる売買手法があり、何も知らないで巻き込まれた人にとっては大損になることが多々あります。しかし逆に言えば、もしも事前に情報を把握していれば、その情報に基づいて大儲けをすることもできます。トランプ政権が関税の一時停止を発表するタイミングで、100億円超を1時間足らずで稼ぎ出した人物が話題に、インサイダー取引ではとの指摘も。SPI は
アメリカで最も広く利用されている株価指数である S&P500 に連動した上場投資信託 ETF です。この SPY に約3億6000万円、250万ドルを投じ、わずか1時間足らずで約100億円以上を手にした人物が現れました。この取引はトランプ大統領が相互関税を一時停止する直前に行われたため、インサイダー取引ではという指摘もあります。2月9日、トランプ政権が相互関税の一時停止を発表する直前のタイミング、何者かが SPY に250万ドルを投じました。その後、トランプ大統領は自身の SNS で相互関税の一時停止を発表。SPY にお金が投じられるタイミングから実際の発表までの時間は30分でした。これにより、250万ドルの投資で30分間で7000万ドル以上に膨れ上がりました。トランプ政権が相互関税の一時停止を発表するまで、このような類の取引はほとんど行われなかったため、明らかに異常な出来事だったと報じられています。しかも、ある特定人物だけの動きではありませんでした。SPY 自体の取引量も急増し、わずか1分間で約275万口が買われました。これらが一体誰の手によって購入されたものかは明らかではありません。ですが、誰にしてもそうなのですが、急激に買いが入った時間というのは相互関税の一時停止は発表されていないため、誰もがなぜこれほど市場が動いているのかを理解できませんでした。いずれにしても誰が取引を行ったのか、何を知っていたのかはわかりません。しかし確かなことは、もしもこの取引が推測に基づくものであったのなら、近代市場の歴史上、ほぼ誰よりも優れた推測をしていたということです。もしもこれが推測ではなかったとすれば、誰かが一般人はまだ知らない情報で大儲けしたということです。と指摘しました。この類のS&P500 に連動した金融商品に対する急激な取引といったものが SNS でも何件か報告されていました。トランプ政権と敵対している民主党の議員らがこうした疑わしい取引について調査するように求めていますが、真相が明らかになるかどうかは定かではありません。さて、それはそうとして、高い関税をかけることによって大きな影響が発生します。まずは中国側の様子を見ておきましょう。中国のシーイン村、縫製工場2ヶ月半で半分に、アメリカの関税が翻弄。中国の1、3月の実質経済成長率は 5.4% と、2024年10から12月の 5.4% から横ばいだった。生産が堅調だったものの、不動産不況に改善の兆しは見えない。アメリカによる対中追加関税で輸出が縮小すれば、景気の下押しリスクとなる。トランプ関税に翻弄されて受注が減り、廃業が相次ぐ中小工場を取材した。広東省の省都広州市、その南部では、細い路地に沿って中小の縫製工場が密集して立ち並ぶ。作業場では従業員がミシンに向かい、忙しそうに服を縫い合わせていた。シーイン。足元の床には中国初の衣料品ネット通販会社のロゴが入った袋が並ぶ。この地域の工場はシーインと取引する下請け業者が多く、シーイン村と呼ばれる。今年はシーインからの受注が少なくなり、売り上げが大きく減った。従業員20人ほどの工場の男性社員は頭を抱える。きっかけはトランプ政権の関税政策だ。これまで800ドル以下の小口貨物に関税はかからなかったが、トランプ大統領が4月2日にこの制度の廃止を表明。5月2日から課税対象となる。同制度を活用してアメリカ向けの輸出を増やしていたシーンは生産調整を余儀なくされ、しわ寄せは下請け業者に及ぶ。あっちもこっちも、たった2ヶ月で工場が一斉に廃業したよ。4階建てのビルの一角を作業場として利用する経営者の李さんは、空き室になった部屋を指さした。施錠された扉から室内の様子を伺うと、作りかけの衣服が大量に放置されていた。廃業が相次ぐ直接の原因は、シーインが関税の影響を避けるため、隣国ベトナムに工場を移すよう通知したことだ。そんな対応はできない。経営体力の乏しい中小の町工場は、次々と廃業に追い込まれ、ビル内に20社近くあった作業場は半数に減った。李さんはシーインからの受注をやめ、SNS のライブ配信で衣料品を売るビジネスへの転換を試みる。広州市から車で1時間ほどの町でも製造業の工場は多い。この町で従業員を100人ほど抱え、カバンや革製品の工場を経営する劉さんもトランプ関税に翻弄される一人だ。中国に高関税を課すと宣言したトランプ氏が大統領に就任するのを見越したアメリカ企業の動きは早かった。2024年末までに劉さんの会社はアメリカ企業4社との取引が全て打ち切りになった。劉さんは日ごとに高くなる対中追加関税についてア
メリカとの取引は新規契約の見込みがない。諦めざるを得ない。今アメリカとの取引はリスクしかないからとうつむく。これからは一層アジアとの取引を増やすと強調する。日本やシンガポールなどであれば輸送日数やコストも抑えられる。中国の税関署によると3月の対米輸出は前年同月比 9% 増だった。アメリカによる相互関税の適用前に駆け込み需要が発生した。だが 125% の対中相互関税が発動した4月以降はアメリカへの輸出が減少し、アジアやヨーロッパ向けが増えるとの見方が出ている。中国製造業の企業幹部はアジア向け輸出で価格競争が激しくなると予想する。アメリカに代わる市場を求める中国企業が増えて、現地で値下げ競争が起きれば、中国の国外へのデフレ輸出は強まる可能性がある。中国の中でも安さを徹底的に追求したビジネスモデルで、シーインは急成長しました。シーインは非常に多くの西側諸国の企業のデザインを模倣した製品を素早く作ることで有名です。それらを中国国内でさらに下請け業者に作らせて、低品質でもいいからとにかく安くといった形で、特に若者たちにとって非常に高い人気を得ています。それはアメリカでもそうですし、日本においてもシーインを利用するお客さんが多いと言われています。しかし安さを武器にしていますから、トランプ政権の中国に対する関税政策の変更に伴ってビジネスモデル自体が破綻の危機にあります。中国においてはこうした末端の従業員の人たちは右往左往するばかりで、かなりのリストラの嵐が吹き荒れると見られます。一方で中国側も報復と見られる関税についてはこれ以上かけないが、それ以外については動きが見られます。レアアースの輸出規制もそうですが、それに加えて新たに1件入ってきました。中国政府、アメリカボーイングの航空機納入停止、追加関税報復措置の一環か。中国政府が国内の航空会社に対し、アメリカのボーイング社の航空機を今後一切納入しないよう命じたとアメリカメディアが報じました。トランプ政権による追加関税への報復措置の一環と見られています。アメリカ企業から航空機関連の機器や部品を購入することもやめるよう要請したということです。中国政府はコスト上昇の問題に直面する航空会社に対しては支援を行う方向で検討しているということです。中国政府は正式に報復措置だとは発表はしていませんが、実質的にそうだろうと見られる動きです。世界で大きい企業といえば、アメリカのボーイング社とフランスのエアバス社があります。フランスは中国に対してはトランプ関税のような規制はかけていませんから、おそらく中国としてはアメリカから航空機を買わなくなったとしても、フランスを代替とすることができると考えていることでしょう。また中国国内では国産の旅客機についての開発を進めており、国内市場だけで言えばボーイングの力を頼らなくても良いと考えているものと見られます。国際線については順次エアバス社へと切り替えていけば、国内も国際線も切り替え対応できるというのが中国政府の考え方でしょう。そうした意味ではフランスのエアバス社にとっては何もしなくても未来について大きな売り上げが期待できることから、笑いが止まらない状態かもしれません。次に、これは良い面も悪い面もある話です。アメリカの半導体メーカー NVIDIA、2月から4月期決算は7900億円の損失見込み、対中反動規制の強化で、アメリカの半導体大手 NVIDIA は、アメリカの対中半導体規制の強化に伴い、2025年2から4月期決算で最大7900億円の損失を計上する見込みだと発表した。同社の AI 半導体の中国での軍事転用への警戒が背景にあるとみられる。規制強化によって中国向けの販売が落ち込み、NVIDIA の成長鈍化につながる恐れがある。発表によれば、NVIDIA はアメリカ政府から中国向けの AI 半導体 H20 について、今後は対中輸出許可が必要になると通知された。この輸出規制は無期限に実施されるという。NVIDIA によれば、取引先との販売契約の取り消しなどに伴い、巨額の損失計上が必要になったとしている。アメリカ政府は、同社の AI 半導体が中国の AI 開発や軍事技術に転用されるリスクを警戒したとみられる。NVIDIA の2025年2から4月期の売上高は約430億ドルに達すると予想されていた。NVIDIA はAI 向け半導体で世界シェアの8割前後を持つとされ、生成 AI ブームを追い風に急成長を遂げてきた。同社の中国向け販売は、
売上高の 10% 超を占めており、対中規制による経営への影響は避けられない。なお、H20 はバイデン政権下で導入された対中半導体輸出規制に対応するため、中国向けに輸出可能となるよう性能を落とした半導体製品だ。NVIDIA の作っている半導体は、その中身については台湾の TSMC が作っていますが、最終的な製品として販売しているのは NVIDIA です。NVIDIA はこの分野においては世界市場に対してのまさに独占的とも呼べるような状態を維持しており、非常に高い利益率を誇っています。しかし先端分野における競争は非常に激しく、アメリカの企業だけが AI 開発を行っているわけではありません。バイデン政権では AI 開発の大きな助けになってしまうとして NVIDIA の最新半導体チップについては中国に対して輸出しないよう規制をかけました。今回の規制強化はそうした性能を落としたものについても今後は輸出規制の対象になるとしたものです。これによって中国の AI 開発が少し遅れるとは思いますが、同時にシンガポール経由での迂回輸入やもしくは中国国内で AI 開発用の半導体開発といったものがこれからは行われるでしょう。良い面としては一時的には中国の AI 開発を遅らせるという面がありますが、悪い面としては一時的には株式市場におけるテーマ株、生成 AI 関連の NVIDIA について投資熱が冷めるといったことは十分あり得ます。また中国の半導体研究開発への投資意欲が高まるかもしれません。中国で作れば安くなる、その安さを武器として中国からアメリカへと輸出が進んでいくという商品、こういった商品の類については対中関税は非常に大きな効果をもたらします。なぜならば他の国で作れるんだったら他の国で作ればいいと考えるそういった大手企業は非常に多く存在するからです。ここで紹介したような下請けの企業たちは首をどんどんと切られていくので、中国国内における失業者を生み出すというわけです。一方で安い商品を手に入れられなくなったアメリカにおいては他の国で生産したものであっても結局のところ値段がどうしても上がってしまうので、アメリカ国内での物価上昇といったものを避けることはできません。あくまでも高い関税が続くのであればといった条件の下での製造地の移転なので、関税が下がってしまうとまた中国での製造が再び戻ってきてしまいますし、じゃあ高いままで関税をかけ続けると今度は中国側も譲歩しないでしょう。今回はシーインの下請けの工場においてどんどんとリストラが進んでいるといった話が出ていますが、同じようにして高関税の影響はアメリカ側にも出ます。例えばアメリカから中国へと輸出しているもの第1位は大豆です。つまり価格競争力を失えば別にアメリカから輸入しないでもいいよねといった形でブラジルから輸入すればいいという形になってしまいます。この場合中国の縫製工場の人たちがクビになるのと同様に、アメリカでは農産物を作っている人たちの倒産といったものが発生してしまうわけです。そして航空機の話で言っても他のところから調達するという意味ではボーインから買わないんだったらエアバス社からでもいいし、アメリカの農家から買わないんだったらブラジルの農家、そういった具合にしてどこか別の場所からの調達を進めようといった話はこれから様々なところで起こるでしょう。今回冒頭で取り上げたような対中関税がさらに上昇するというのであれば、その影響はもっともっと強く出てくるでしょうし、それに伴っての企業倒産であったり物価の上昇であったり生産拠点の移転であったり、様々なところで様々なことがこれからも起こり続けるでしょう。そういった物事はプラスの面もあればマイナスの面もあり、誰にとっての良い面か悪い面かといったもので評価の軸が変わっていきます。今のところ米中間における貿易戦争が激化すれば世界経済全体に対する足かせとなり、それがまた日本にとっては悪影響をもたらすと見られています。また日本とアメリカという2カ国間であれば日本の自動車や鉄鋼などに対する関税は 25% かけられている状態ですから、この悪影響は必ず発生します。245% に比べたら 25% なんて少なく見えてしまうわけですが、友好国に対する関税政策としては非常に痛いものであることは変わりないでしょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと情報の整理整頓に役立ったなと思われる方はスーパーチャットのご利用もよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。